こんにちは、粟田洋介です。今日のトピックは、また何を描こうか迷った時にどうしましょうといった感じで、この小さいキャンバスにアクリル絵の具で絵を描いていこうと思います。なぜ何を描こうか迷っちゃうかというと、何かを描かなければならないと思っているからじゃないかと思います。そんな時は何かを描こうっていうことを考えないで絵を描くことをお勧めします。今日も私は何を描こうか決めてないんですが、何色を使おうかなって最初に考えることにしました。そして紫と茶色の組み合わせから描いていこうかなと思ったんですが、ちょっと気が変わって白と青を使って描き始めようと思います。何を描き始めるっていうんじゃなくて、ただ色を混ぜながら塗っていく、そしてその塗り方を考えながら描いていくっていうか塗っていこうと思います。何を描くかわからなかったら、描き始めから何を描くか決める必要はないんです。青い絵の具をこのぐらい、もうちょっとかな。白い絵の具を同じぐらいここに塗っていきますが、ちょっと濃い色でなんかこの感じが面白いな。ここに紫が欲しくなりました。ダメだ。もう困りましたね。なんでそういうことするかね。とりあえずこんな感じになりました。最初はどんな風に描くか全然分かってなかったんですけど、描いているうちに描きながらどんどん絵の具のこの塗っている感じが変化して、その変化によってまたどうしようかなっていうことが思い浮かぶっていうよりも、なんかいろいろやりながら形とか色が変化してだんだん面白くなっていくんですよね。そして何色が足したいなとかっていうのも見えてきて、なんかこういう風にしたら面白いっていうのがどんどん思いついて、でとりあえずこんな形になったんですが、この辺にもうちょっと濃い色を足して、それから乾かしていこうと思います。絵の具が乾く前だからこそ絵の具が混ざっていく面白さがあるので、もうちょっとだけ乾く前に色を混ぜていこうと思います。キャンバスの周りにも色を塗っていこうと思います。ちょっと濃い色を足してこんな感じになりました。ちょっと乾かして何かを足していこうと思います。1時間以上時間を置いてキャンバスが乾いたんですが、時間を空けてからちょっとこの絵を眺めていると、なんかドラマティックな感じに見えてきました。最初に何を描くか全然決めてなかったんですが、宇宙にまつわる絵を描きたいなとは思っていました。でもどういう風に何を描こうかは全然決めてなくて、というかわかんなかったんですが、ステップ1として使う色を選びました。そしてステップ2としてパレットナイフを使って絵の具でちょっと遊んでみました。そうしているうちにまた1色足してみたくなって1色色を足しました。そして今度はステップ3なんですが、描きかけの絵を眺めます。絵を見ることによってイメージが湧いてきます。こうするのとこうして見るのとではまた感じが変わってきます。それでちょっとこういう風にしてもなんか空からなんか降ってくるみたいな感じでなんか面白いなと思うんですが、あえてこうしようかと思います。
3ヶ月後に開催する個展のタイトルが宇宙なんですが、その個展に出展する作品の一つとしてちょっと描いていきたいと思うので、ちょっと宇宙にまつわる猫の絵を描いていきたいと思います。完成までもう少しです。こんな感じに完成しました。タイトルは宇宙からのお客様です。絵を描く前は何を描くかもわからなくて、完成するまでどんな風になるかはわかりませんでした。まずはステップ1で使い始める色を選んで、ステップ2で私はパレットナイフを使ったんですが、筆でもいいし何でもいいんですけど、色で遊ぶ感じでいろいろな塗り方をして遊んでみます。遊びながら形を作っていくことで、その形を作るアイデアっていうのが浮かんできます。浮かんでこなくてもいろいろ形ができるので、その形を作っていくっていうことになります。そしてステップ3でその出来上がった形を眺めて、イメージとかアイデアっていうのが湧き上がってきます。想像力を巡らせるわけですね。そしてステップ4でいろいろ足して完成っていうわけです。今回ステップ3で大体何を書くか分かったんですけど、ステップ4で書きながらどういう風に仕上げるかを決めていきました。他にも何を書くか迷ったらについての過去の動画がありますので、再生リストのリンクを概要欄に貼っておきます。興味がある方はぜひチェックしてみてください。ということで今回の動画は何を書いていいのかわからない時のステップ4を紹介いたしました。この動画が良かったと思った方は、いいねやチャンネル登録、それから動画の感想などもコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。